はい、皆さんこんにちは。あきです。今実家にいます。今日なんですけど、ちょっと私の音についてちょっとお話をしようと思います。ゲーム配信してるチャンネルがあるんですよ。これなんですけど、そこで、ライブ配信中にめちゃめちゃ電話かかってきたんですよ。おとんから。普通だったらゲーム配信中なんで出れないし出ないじゃないですか、普通は。何みたいな。どうしたのみたいな。普通に入力ゲーム配信しながら入力してたんですよ、ちょろっと。送ったら、パッて見たらまた電話がかかってきてて、なんだと思ったんですけど、今ゲーム配信中なんだよねって言って出れないみたいな感じで返したんですよ。普通だったら、ああ、わかったとかで帰ってきて終わりなんですけど、また電話かかってきて、なんか変だなと思って、相当なんか、緊急性ある感じかなと思って、皆さんにはゲーム配信中ちょっとトイレ行くって嘘ついたんですけど、はい。電話出たら、もう、おとんじゃなかったんですよ、その電話の相手が。病院の看護師さんかなか救急隊の方かちょっとどちらかわからないんですけど、私も、おとんだと思って、何どうしたのって普通に言っちゃったんですよ。娘さんですかみたいな感じでまず言われて、はいって言って、あ、これなんかやばいやつだって一瞬でわかるじゃないですか。わかるけど、頭の整理がついてないんで、とりあえず話聞いたら、心筋梗塞でちょっと倒れてしまって、今運んでますみたいな多分言ってたんですけども、なんか、その言葉を聞いた時に頭真っ白になるっていうか、なんか聞いてるんですけど、ちょっと待って。ちょっと思い出しちゃった。そういう風に言われたんで、めちゃめちゃこっちもびっくりしちゃって、なんか、一言一句は多分確実に聞き取れてなかったんですよね。私もパニックになってたんですけど、その時のフルパワーを、振り絞って、大丈夫トンって言ったら、大丈夫やからみたいな言われて、大丈夫じゃねえじゃんって感じなんですけど、大丈夫やからみたいな。でもその時のもう声がちょっと、めちゃめちゃもういつも聞いてる声と違くて、本当に、その時に思ったら、本当におとん死んじゃうかもって本当に思ったんですよね。でも電話、声聞いただけ、その時は良かったんですけど、もう私もちょっとびっくりして、なんか現状あんま受け入れられてなかったんで、大丈夫やから、みたいな。いや、別の方に代わって、ちょっとこれから病院ちょっと移動しますんで、みたいな、いう話でもう、切ったかな、確か。で、それがあったんで、もうこれ、すぐ行かなきゃと思って、ちょっとライブ配信中でトイレ行ったっていうちょっと嘘ついたんですけど、すいませんね。で、戻って、もうちょっと今日終わりにしますって言ったんですよ。ちょっと違和感ある終わり方しちゃったのは、ちょっとそういう理由があって、止めました、その時は。ちょっと一回トイレ行ってきますわ。ちょっと、おトイレタイム。皆さんもおトイレタイムで。トイレ行ってきます。すいません。お待たせしました。すいません。ちょっと、とりあえず終わりにします。またこの続きをやりますんで、皆さんすいませんね。待たしちゃって。ゲーム配信できる状況じゃなかったんで、終わりにして、で、準備して、もうすぐ家出て、で、その時もう時間も時間だったんで、新幹線でちょっと間に合わないかなって思ったんで、もう車で行きました。そのまま。で、看護師さんには途中で向かってますっていうのだけ伝えて、で、ICU にいますみたいなのを聞いたんで、あんな気持ちで岡山の方に行くの初めてだったんで、高速乗って帰ってますけど、全然違いましたよね。なんかもう、あんま覚えてないですわ、なんかあんまり覚えてないですね。そう、こっちもなんかずっと、いや、おとん、頑張れしか思ってなかったんで、あとはなんか連絡逆に来ないでくれって思いました。多分電話がもう一回、あっちから来たら、多分もう、そういうことじゃないですか。今どうなってるかとかもわからない
まあ一旦でもすごい不安で、なんかもっといろんなことしてあげればよかったなとか、めちゃめちゃ思いながら思っていて、面会はできないかなと思ったんですけど、ちょっと、少しだけちょっと会うことができて、手術も終わってて、そんな直後とかではなかったんですよね。だいぶ何時間も空いてますから。声は全然ちっちゃいんですけど、喋れたんですよ。姿見て喋った瞬間にもう、ブワーって涙がよかったと思って、本当に。いろいろそういうことがありました。私のメンタル的にかなり来る出来事が、そういうのがあったんですよね。待ってても、会えないし面会もできないんですよ。ずっとそこにいたって。リハビリとか、経過状況によって、一般病棟に移れるわ、みたいな、っていう話はしてたかな。リハビリしてもう大丈夫やったから、一般病棟に移れるわっていう連絡が来たんですよ。電話で喋って、よかった。めっちゃ元気になってるよかったと思って。一般病棟だから面会とかできるかなと思って。よかったつって、切ったんですよね。次の日、そしたらなんか連絡が一向に来ないんですよ。移るって言ったのお昼過ぎぐらいだったのに、なんで今日まだ来ないんだろうって、また不安になってきて、行ったんですよね、病院に。そしたら、まだ ICU にいるっていう感じになっちゃって、なんでかっていうと、リハビリして夜かな。やっぱちょっとあんまり良くない状況だったんで、ちょっと一般病棟には移せないっていう風な判断になって、それでちょっとまた ICU にいなきゃいけない状況になりました。心筋梗塞になって心不全みたいなのもなんか引き起こしやすいらしいです。そういうことだったので、また不安になってきちゃって、でももうどうすることもできないじゃないですか。もう見守ることしかできないし、病院の方はめちゃめちゃなんかすごい丁寧で優しくしてくれました。はい。気持ち的にも私もだいぶ落ち込んでて、何もあんまやる気起きなくて、でも動画出さないとなとは思ってたんですよ。正直動画出すあんま気力ないんですけど、出さないとあれだよなと思って、動画はなるべく出してましたね。おとんが一般病棟にも移れるっていう、連絡が来まして、よかったと思って、本当に。結果今、退院したっていう感じです。ちょっと長くなりましたけど。はい。もう7キロぐらい痩せたんじゃない？すげえダイエッターだよ。顔がめっちゃちっちゃいもん。ちょっと動画撮ろうぜ、早く。いや、撮ってよ、もう。声も最悪。そう。もうそれで、おとんが意識ない時も来たんだけど、その時は、それを見られたのはちょっとかっこ悪いな。いや、もう涙が見ただけでこも。んなやつか。いや、そんな太く俺は自分でない。見てないいや、なんか長い棒みたいな。だから喉の奥の方まで管入ってたん。この辺から今でも。点滴もなくなったからよかった。でもなんか本当うん涙が出てきた。泣いてたもんね、この間。もう涙止まらんかった。ちょっとまだ不安が残ってます。そうね。すごく。退院はしたんですけど、後遺症やっぱ残ってしまってる状況で、元の今までの前の生活はちょっとできないんですよ。でも、命あってよかったなっていうのが、そうですね。うん。動画にするつもりもなかったんですけど、おとんが動画にしようってめっちゃ意気込んでるんですよ。ね YouTuber かよっつって。私より YouTuber じゃんとか思って、生き返った話を喋りたいって、ちょっと本人が言ってるので、ちょっとおとんと一緒に喋る前に、ちょっと私が段階を話しました。最初のね、段階を。そういうことが、あったので、この間の、その稲刈りに最後になりますみたいな動画も、ああいう風な形で、出したんですよ。稲刈りがまたできるかっつったら多分、できないが99ぐらいなんで、農家の方はわかると思うんですけど、うち100%農家で100%全部それ全振りで仕事でしてるわけじゃなくて、仕事をとんしてて、間でやってるみたいなの、もともと農家だったからやってるって感じなんで、一番結構大変なんですよ。で、だから、音も具合も前みたいな風にできないし、無理してやんなくていいかなっていうのがあって、私はちょっと寂しいですけど、その分別の方法で一緒に入れればいいかなって思うんで、
毎年帰ってきてやってましたけど、すごい楽しかったですよ。お弁当を音に作ることも、多分その時ぐらいしか、お弁当を作るってことが、そこで田んぼで食べるってこともなくなるなっていうのは、まあありますけど、まあ別にね、一緒にいられる方がいいかなっていう。はい。こんな感じで、ちょっと大体は喋ったんで、ちょっとおとんがどうしても喋りたいみたいなんで皆さん聞いてあげてください。ちょっとおとんと合流したいと思います。こう痩せてんな、ほんと。今めっちゃ痩せたんだわ、お腹まだちょっと。ちょっとへこましてくんでパイが出すぎた。パイが出てる。さっきも言いましたけど、おとんがなんでそうなったかをちょっと話したいらしいんで、ちょっと当日、倒れた当日の話してもらって。再現ね。そう。まずね、兵庫県の姫路から仕事で家に帰ってきました。タバコに火をつけて瞬間に右のこの、この背中、強烈な痛みが襲ってきた。ここが痛くなったの？そう。吸ってこの肺とかじゃなくて？タバコに火をつけた瞬間に、まだ吸ってないんだけど、なんだと思いながら、そしたらもう口の中の、この歯があるでしょ、歯がなんか全部抜かれる感じ。どういうこと？それ聞いてないからちょっと今初めて聞くんで。拷問みたいな感じでこうギュッてペンチで抜かれる感じ。全部の歯が普通じゃないと思って、でもうこれダメだと思って、うちの方もちょっとやっぱ苦しくなってきて、病院に行きました。自力でね。自力で。後で聞いたら、もうそれは最悪よって、救急車呼んでって言われました。運転して行ったんで、自分で運転して行った。夜間だから。夜間のなかなか手間取って、あと1時間遅かったらもう確実に亡くなられてますって、向こうの先生からすると、もうこれは心筋梗塞っていうのは分かってたらしくて、程度の処置だけしてくいただいて、その時さ、普通になんか意識あんの？意識はあったけど息できんの？息苦しい、ものすごく苦しくてもう立ってられない感じ？もう全然自分で歩いたりとか。全然もう無理。そのあたりで意識がなくなって、それ亡くなる前にギリ私に電話喋ったじゃん、ちょびっと。いやじゃないの。違うの？その時じゃないの？意識がなくなって一回なくなったんだ。車が動いてる時に、上に向いたまま携帯を、これ誰かに言っとかないとダメだと思って、一番早く出るのはあなたかなと思って。まあそうだね、一番多分何もやってなければ早い。 LINE したんだっけ？ LINE 電話でかかってきてた。で見てたら「何?」とかっていうの。それはなんか見たなんか見えた。ごめん相変わらず何？目が覚めたのは次の日の朝。手術終わった時は覚えてる？いや覚えてない。ここに管を刺された。その時の激痛でちょっと目が覚めた。いきなりそれ言うと思わなかったからでそれからまた多分寝てたと思う。心臓が2回ぐらい止まるのが分かったんだよ、自分でね。自分でモニターの音とかが止まったのが2回ぐらいあって、でも自然にまた肺がもうと動き出して、そういうのがあった。ここにステントが入って、鼻を酸素、呼吸器とかがっつり入ってて、もう息苦しさもなく、治ったかなと。その時はまだ生きてるっていう、そういう感じ。もう死ぬと思ってる。多分良くなるのかなっていう思ってたら、また急に合併症で、心不全に、後から聞いた話だけど、自力でも呼吸ができなくなった時点で、酸素を肺にもう自動で送り込んでいただいて、2日半ぐらい寝てたらしい。なんか「今日は何日か分かる？」って言ったら、もう日にちが全然飛んでて、今の現状は、心臓が3分の1ほど壊死してますと。だから
激しい運動とかいろいろすると、お豆腐が破裂する可能性があります、もう非常に危険な状態に今なってますっていうのを説明を受けて、なるほどという感じ。意識戻ってからちゃんと話聞いた。そう専門って言って、妄想とかなんか、そういうなのがなんか出ちゃって、結構なんか看護師さんとかいろんな人に迷惑を、頭ちょっとおかしくなっちゃって、ちょっとね、ちょっとじゃない一時期でしょ。多分だいぶおかしくなって、他の人がさ、違いますよ、大丈夫ですよって言ってもそんなの理解できないんでしょ。理解できないし、踊る大捜査線、そしたらね、ICU でか、途中からでしょ。ちょっと良くなってからでしょ。ちょっと良くなって、サスペンスのようなドラマに見えてきて、現実も極限だね、あれは。まだ死なねえのかよとかだね。聞こえてくんの？聞こえてくるの。自分の周りに笑うセールスマンの真っ黒のもぐろ福蔵でしょ。真っ黒のちょっとデカめの、この体の前ちょろちょろし始まって、それはじゃん。一般病棟に移っても何日3日間ぐらいはその黒いやつがずっとつきまつってきて、ふわーっているだけ。ふわーっているだけ。それが何もやってこないんだ。スッと動いたりとかね。それがずっと見えてた。3日間ぐらい。今はもうないけど、まあ先生に聞くと、それはもうほとんどの方がいろんな意味でいろんなものが見えたりとか聞こえたりとか、それはもう普通にあります。一般病棟に入ってリハビリを重ねていって退院してもいいですよっていうことで、今は家に帰らせていただいてます。本当よかったよ。本当皆さんにご迷惑を心配をおかけしました。まあ会社ももうどっちみち来年辞める予定だったので、辞めようと思ってたのに迷惑かける前に辞めさせていただいて、家の方でゆっくりさせてもらおうかなと。今回危なかったけど、昔も実は危なかったんだよね。昔20年前もかなりやばかった。あれ肺がんだっけ？いや、肺がんじゃないの？肺がんじゃない、リンパ腫っていう、そうだよね、悪性のリンパ腫。それはもう内臓がもうなんか、この辺りがもうなんか破裂する感じ。ウイルスの突然変異。突然変異で。それはもうストレスとか、いろんな要因があるみたいだけど、それはわからないけど、そういうこと。生き残れるチャンスがある方法でお願いしますという、その時はね。でその時はたまたま俺はなんかその治療があって、いい先生に出会ったってこと？そう完治じゃないんだけど治癒っていう感じになって、もう病院来なくていいですよっていう感じ、10年過ぎたんで、今なってたのね。タバコもガンガンいってるし。で今回もう先生に言われたんでしょ、タバコはダメって。まず最初に看護師さんに、電子タバコだったら大丈夫かなって言ったの。ダメ。怒られた。そりゃ言われるわ。家帰ってきたら灰皿も何にもなくなってて、車の中の灰皿とかも全部なくなってて、あれそもそもちょっともうタバコ吸おうかなっていう気持ちはちょっとない。けどご飯食べた後はちょっと吸いてえなっていう気持ちはあるんだけど今でもあるんでしょ、ちょっとあるけど、みんなが心配して、そりゃそうだよ、もうどんだけ心配してももう生きてる心地しなかったもん。ちょっと涙とか見るとちょっと吸えないなっていう。もう全部私が、この布団とかもこの部屋本当にタバコ臭くて吸ってない時ももう開けたらもうタバコの匂いしかしないんですよ。で、くっさーってよくこんなすっごい匂いのとこ入れるなと思って、だからもうこれも染みついてるからもう洗ってもあれだからもう全部変えました。どうだった？部屋って入った瞬間。なんかこれ女の子の部屋かと思って。そう、匂いもいい匂いする。向こうにね、除菌のいい。なんか匂い違うぞと思って。タバコはもう思い出さないようにしようと思って隠してたタバコ10箱ぐらい見つけたから全部それも捨てて。確かカートで買ったばっかりめっちゃいっぱいあったよ。あったでしょ。めっちゃいっぱい、この車のこのガバッて開けるとこあるじゃないですか。めっちゃ入ってて全部捨てました。はい。悪いけど捨てさせてもらったよ、全部。はい、ありがとうございます。すいませんでした。いや全然いいよ、生きてる。シャレなんだけど。生きてるからいいよ。全然受けねえ。タバコ吸いませんと、謝りのすいませんかけたんでしょ。はい、三平です。
全然ウケない。I'll be back. トゥルルートゥルルーいやセイントセイヤの一期かと思って私、まあ、ちょっと病気っていうか、まあ、その起こった出来事の話はもうとりあえずそんな感じなんですけど、だから一応ね、今後ね、ちょっと同じ生活できないもんね。10レベルあるとするじゃない。真ん中が普通の人ね、こっちの10の人はもうすごい心肺機能が強いアスリートみたいな。アスリート、俺の今の現状は3ぐらい。心臓はパワーがなくて、ちょっとそれ以上やるとちょっともしかしたらダメになるよって言われてるんで、農業で言うと大根がありますよね。大根を1本抜く、それはやめてくださいっていう。グッて力入れるからってそのこと？瞬間に抜く時のそういう感じの作業はもうやめてくださいと言われたんで、そうなると農業はもうまず無理っていう、瞬間的に力が入る、なんかそういう重いものをグッとやるとか、まあ、ちょっと農業はちょっと厳しいですよっていう判定をされた、まあ一般の人がこう多分思うのが、機械乗ってるだけじゃんっていう。まあね、そうしか見えないと思う。知らない人はそう思うかもしれないけど、そんな大変じゃなくないって意外とね、乗ってるだけなんだけど疲れる。意外と疲れる。メカリとかはちょっとまあはっきりはちょっとまだ決めかねてるし、まあ一応退院はしたんだけど20日以内に、あなたの場合は、ここの病院に帰ってくる可能性が 40-50% ありますって先生に言われてるんで。言われたん？言われてる。なるべくリハビリでちょっと心臓のパワーを上げれるように、一旦悪くなってるものはちょっともう無理らしいんで、全部お願いしようかなと思ったりもしてるし。ああ、やめるんじゃなくて、もう手段的にはもういいかなと思ったりは。でもまあこういうことがあったんで、私もほとんどずっと結構離れて暮らしてて、たまにしかまあ帰ってこなかったんで、なるべく一緒にいたいなっていうのもあるし、まあ家のこととかさ、結構まああるじゃん、やることも。いや、家のこともいっぱいある。まあいっぱいあるんですね。ちょっと全部言えないんですけど、月の半分ぐらい帰ってこようかなとは思ってるんですよね。キャンプ場あるじゃないですか。トワイライトフォレストっていうキャンプ場もやってるんで、岡山に完全にこっち来ちゃうともうこっからあっちってもうほんと結構遠いからなかなか今もそんなね、いっぱい行けてないんですけど、もっと行けなくなっちゃうのもあるんで、半分ぐらいはこっちいて、半分はあっちいてっていう感じが一番いいのかなっていう感じなんですけど。それやるとね、あなたが倒れる。すごくない？倒れてないの？寝ないの。寝ないのに倒れない。マシン。今までって結構もう動画中心の生活っていうか、もうそれを結構一番重き置いて、それを一番にして生活してたんですけど、まあやりたいこともね、もちろんまだもあるんですけど、動画を一番にするのをまあやめようかなっていう感じで、投稿したい時にアップして、今まで結構もうネタ探しっていうか、もうなんか、もうめちゃめちゃ必死にそれをすっごい毎日すっごい考えてたので、YouTube 始めてからね。まあこれからはちょっと自然体な感じでやっていこうかなって思って、今、ちょっとやり始めてます。サムネの感じとかもちょっと前と比べると結構変わってはきてますけど。腹出すな。最後に出しておこうか、最後。いや、それと、俺の前で普通にズボンとか脱ぐのやめてくれる？ああ、別にいいじゃん。別に裸見せてるわけじゃないんだからいいじゃん、別に。別にいいけど。別に裸見せてるわけじゃない。ただズボンは、行かなきゃとズボンは参りました、すいません。別にいいやろ。はい、参りました。俺が目の前にいつもブローンとこんなやってたらそんな。別にいいよ。何も思わないから。何も思わない。一つ教えてあげる？うん。今ね、血管刺されて、管刺されてて、めちゃくちゃ痛いの。今も痛いの？今は刺さってないでしょ。いや、切れてる。なんだろうな。ハサミじゃない、なんか洗濯バサミみたいなやつ多分固定してたんだぞ。それ2箇所こう立てる。わかる？ちょっとやめて。これ説明しなくてモザイクかける。2箇所もう切れてんねん。で、皮って伸びるじゃん。それがね、もうめちゃくちゃ痛い、ずっと。ですぐ治りますから、治ってねえよ。
結構なんだろう、自分が大変でもこんな状況の時でも他の人のことを考える人なんで、自分のことを考えてくださいっていう。はい、のんびりやっとのんびりできるね。魚釣り、ああ、食べ物ちょっとかなり規制されても塩分とかいろいろ。だから一緒にご飯屋とか行っても同じものを前食べてたけどもう食べらんない。ご飯屋はちょっと今のところ家で自炊して。そう、なるべく自炊で今は食べてます。卵を食べるんだよ。ああ、卵？うん。俺あれ大好きなの、魚。釣ってきて。私絶対無理だって。すぐ釣れるから、俺ポイントだけ、そんな簡単に釣れんの？針ポンと入れたらもう、釣れんの？入れ食いなんだ。あ、そうなんだ。入れ食いなんだ。グイって言ってライブはチケット買ってあったんだけど。ね、めちゃめちゃ買ってあるもんね。当たっちゃってるもんね、めっちゃ。いっぱいね、ここにあんだよ。いっぱいね。ローチ系の袋がいっぱい。いっぱいあるんだけど。いっぱいあるんだけど。ローチ系の。こっちにもあるし。まだまだありますよ、これ。こっちの、どっかさん、いっぱいあるんだけど。全部プレゼント。プレゼントするの。はい、仕方ない。しょうがないな。しょうがない。まあ、体力つけて。少しずつ。したいと。無理しないで。もう一個面白い話があったんだよ、実は。一般病棟になって、自販機とか、ね、病棟に自販機とかあるから、なんかうまそうなコーヒーとかいっぱい売ってるから飲んでもいいのかなと思って、最初の頃思ってたんだけど、まあダメだろうなと思って我慢してたんだけど、ブルーベリーヨーグルトがどうしても飲みたいって言ってきて、それ飲んでもいいの？大丈夫なのって聞いたら、大丈夫って言ったんで買ってったんですよ。で、3本ね。そう、3本、私も行けない時間帯とかもあったんで、とりあえず3本あれば、持つかなと思って3本買ってたんですよ。その3本、とりあえず、一口飲んだよ。いや、こんなうめえもんあんのかよ、という、その感じ、わかる？本当に、こんなうまいもんあんだと思って。食べ物も、おかゆとか、もう味のついてないやつばっかりだったから。そうだよね。味ないやつだもん。で、少量ちょびっとね。ほんと少しだったから。ちょびっとだもんね。で、それも実際、OK はもらってなかったので。もらってなかったの？ちょっともう最悪。どうしても飲みたくて。暴露やめてくれよ。それで何かあったらどうすんだ。あなたたちが帰った後に、夜中にまた急に飲みたくなって。その日の夜中？そうそうそう。あともう2本は冷蔵庫に隠しておいてるんだけど、もう我慢できなくなってて、これでも夜中にその後残りの2本を飲んでしまって、2本連続飲み。もう強烈なね、下痢になって。お腹痛くなっちゃった。で、なおかつ、朝、看護師さんがもうみんな採血に来たりとか全部チェックしに来るんだけど、そうだよね。なんかその数値がなんか悪かったみたいで、なんか食べましたとかって聞かれた？聞かれた。飲みましたって言ったんだ正直。それ守っていただかないと、ここからは治療できませんからって言われて、そりゃそうだ。そっからやめました。最悪、私が悪もんじゃねえかよ。ふざけんな。よかったよ、なんもなくて。それでだってなんか。でもね、うまさはもう一生忘れない。一生忘れない。めちゃうまかった。どんな自分の大好物よりうまかった？次元が違う。次元が違う。脳がもう瞬間的におかしくなった。おかしくなった。勘弁してください。よかった。これ喋れてよかったよ。そうそうそう。食ってないのにもう見事に出た。よかった。これからはちょっとのんびり過ごしていきたいなと思います。やりたいことも私もあるんで。でもね、なんか涙が止まらんかったね。音泣いてたもんね。涙が止まらんかったね。私も泣いてたけど。なんか。すぐ顔見ると泣いちゃうから。また泣きそうになってきちゃった。無職になったんで、収入がないんだわ。ちょっとお金本当にちょっと融通してもらいたいんだよね。それは分かったよ。だから私も
働かないってわけにはいかないから稼がなきゃと。フィリピンも使えない。女性はもうダメ。もう興奮するとダメだね。心臓に負担かかるからダメでしょ。女性がダメで、ボートレースもすごい興奮するからそうだダメでしょ。な、あれもうわーってなるからね。お金もらってどうする？食べ物も限られてるしな。食べ物ほんと観光だね。私が運転するから。運転か、電車で一緒に行けばいい。うん。それがいいんじゃない？あと私が最近ハマってるパンチニードル。ああ、あれね。あるよ、今持ってるから。やる？プチいや、あなプチプたチプチプ入院しチ。てた時に持ってきてくれたじゃん。あ、そう、おとんに、なんかおとんにあげたいなと思って、あれ置いとけば私のことを思い出すかなと思って。看護師さんみんな可愛いって言ってあ、本当に白作ったんですよ。可愛いってことですパンチニードルいくらでもできんじゃん、もう。これから。めちゃめちゃ、だって音器用だもんね。備前焼きのブレスレットめっちゃうまくなかったあれ。本当に、何やっても器用でうまい。ちょっと自慢じゃねえけど。なんか自分で言うのはなんかちょっと嫌だね。料理させてもうまいし、細かいもの作らせてももううまいの。天才的なんだよ。この間もなんか福島の方で、いああ、ろいろやってんじゃん。イベントね。ララミューでイベント。岡山でやんないの？岡山でやりたいんだけど、なんか場所とかどうしようかな。いや、俺ちょっと探すから。探す？その時は俺の作品売らしてくんない？別にいいけど。パンチニードルでもいいよ。パンチニードル作家。備前焼き作家パンチニードル。すごいね。めちゃめちゃあるじゃん、肩書き。それでがっつり儲けて、何する？どうすんだ？何にもねえじゃん。何もない。観光行こう、観光。いや、観光はいいね。観光行きましょう。そう、おとんに、そう、前、ほんとね、稲刈り帰ってきた時に一緒に旅行行きたいなって思ってて、どこ行きたいとかって言ってそう、聞いてたじゃん。ちょいちょい聞いてたじゃん。どこ行きたいっつって。行きたいなって思ってたのずっと。やっとこれから行けるかなって感じ。東北、あと日本で回ってないとこどこ行きたい？回ってない県が、青森と、新潟と、岩手と、秋田。あ、じゃあ上の方だね。この 4県だけまだ行ってないんだ。行ったことはない。だから行きたいなとずっと思ってた。じゃあ行きましょう。温泉はあんまりダメなんだよ。温泉はダメだよ、だって。まあじゃあ岡山でイベントやろう。やろう。じゃあ。それはなんか、それ楽しいな。楽しみだな。あったかい時にやろうか。そうね。まあちょっと会場まだどこでやるかわかんないですけど、なんかいいとこありますかね？結構駐車場があるとこがいいです。知ってたら教えてください。駐車場がね、やっぱある方が、車でもバイクでも来れるからいいかなっていう。ワシュザンハイランドのダンサーと一緒にやるのもいいんじゃない？呼ぶの音興奮してまうよ。あれは興奮する。ダメじゃん。あのダンサーはやばい。じゃあまあ、岡山でイベントやるっていう目標で元気でいてね。目標な。それ、まあ絶対元気でいてください。はい、ありがとう。はい。健康？健康？一番ウェーイなんでやんねんね。何もやんないじゃん。やるんかと思ったらやんないんかい。健康とスマイルと。健康スマイル？なんだ？あと1個ないの。なんか老人になったような感じだな、なんか。はい。じゃあまあこれからもよろしく。はい、お願いします。はい。音のことよろしくお願いします。いえ。いや、もういい。なんで顔隠す